前王は国の主権を捨て、民を不幸に貶める政策を強行しようとしたゆえに、宰相とその協力者たちに討たれたと公示されていた。剣の巫女アリサも同様の報告を受けていた。王の署名入りの政策主文も確認し、その報告と相違がないことも確認していた。しかし同時に違和感も拭えずにいた。温厚で知られていた前王がそこまで強硬にエフィメラと魔人城を排除する理由は何なのか。剣の巫女、伝承を受け継ぐ存在として正しい歴史を知らねばならない。アリサの使命はそこにある。護衛も連れず単独で姿を見せた剣の巫女の姿に、ハリエットたちは驚きながらもそれを迎えた。対話に応じていただき感謝します。剣の巫女アリサ様、お目にかかれて光栄です。どうか顔をお上げください。私は国と関わることなく剣と伝承を受け継ぐのみの一族です。しかしルツは君の叔父上だろう。血族には情も湧くのではないか。それを言うなら、お二人もまた私と血よりも濃い縁で結ばれている、共に伝承の末裔としてです。それでお話というのは？魔人城、いえ、エフィメラのことについて真実を伺いたく参りました。敵の言い分を聞いて何とする？君の叔父上と僕たちはたもとを分かっているんだぞ。叔父上にとって虎の子の魔人城、それが砕かれるというのであれば、この戦いの結末は見えています。私はこの剣と力をどこに預けるか、預けるに正しき場所はどこか、それを見極めたいだけです。エフィメラの使用によって人は精神を侵されていくようだ。凶暴性と他者排除の思考を強めていく。魔人城の開発によってそれを知った僕が資料とともに王に提言し、王が承諾。即座にエフィメラ禁止の政策を出した。反発した宰相や取り巻きが王を暗殺し、僕とハリエットを反逆者に仕立て上げ、国の乗っ取りは完了。現在に至る。証拠もなしにそのような話を信じろというのですか？証拠ならたくさん見てきたはずだろう。何せ君は宰相ルツの姪なのだから。まさか叔父上もすでに？私たちの知っている宰相は温厚で、第一に国と民のことを考える人でした。父も圧倒的な信頼を寄せていました。国の防衛のためにと自ら率先して動き、魔人城の設備を整えたのもルツです。誰よりもその召喚に長けていて、それを繰り返したことによってエフィメラの悪影響を受けた。奴が国と民のためを思って各所に作り続けた魔人城を王族の僕たちが世界のために砕いて回る。なんとも皮肉が効いているじゃないか。兄様。僕たちの言い分は以上だ。信じる信じないは君次第だが、考えるまでもなさそうだな。それはどういう？ハリエット様、報告します。陣正面の草原に巨大な召喚術反応。魔人城が召喚されています。そんな、ここに戦力は配備されていないはず。君が我々と接触している間に準備を整えたということだろうよ。
剣の巫女、いやメイですらも捨て駒のように利用するとは狂気も極まってきたじゃないかルッツ。叔父上。